皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。です。よろしくお願いします。お願いします。ということでですね、今日はですね、またコメント欄から皆さんからお悩みの多かったことの書き方について説明していきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます、本当。今回の、書き方はですね、洋服の書き方、デザインの考え方っていうのを説明していきたいと思います。これは確かに難しいね。まあ洋服のね、書き方っていうよりかは、いつも洋服をどう考えていいか分かりませんっていうコメントが多かったんだよね。まあどういう服着せたらいいとか。わかんない。それこそ T シャツ以外が書けませんとか、T シャツどうしても何書いても T シャツジーパンになってしまいますみたいな。わかるわ。だってめっちゃむずいもん。難しい。確かに服って難しいんだけど、でもね、ある程度のパターンを知っておくと、結構自分でバリエーション出せるようになりますので、その書き方を今日は説明していきます。なるほど。それでは早速やっていきましょう。早速書き方説明していきたいんだけど、その前にまずは洋服って基本的には絶対資料を見るのがおすすめ。私は自分はファンタジーとかも書かないから、どっちかと現代のファッションを書くことが圧倒的に多いのね。そうすると流行を知るためにファッション誌を見るとか、今だとインフルエンサーの子たちを見るとか、SNS でインスタでいろんな人を見るとかね、あと街中の人を見るとかね。そういうことでそもそも基本の情報を自分に入れていくってことがすごい大事だと。なるほどね。思ってます。ただいくつか今回教えるパターン知っておけばね、何の情報がなくても多分自分で組み合わせて作ることできるから。あとは、今回は上半身にピックアップしてやっていきたいと思います。ゆくゆく下半身パターンも作りたいと思ってる。じゃあズボン的なことですよ。そうね、上半身下半身とかやってると多分すごい幅が広くなっていっちゃうから、とりあえず今日は上半身パターンでいきたいと思います。わかりました。はい、じゃあまず基本的な襟がある服のパターンからいきたいと思います。まず人の顔描くね。で、まず当たりとしてなんとなく体のラインを決めてください。襟のある服なので、首のつけるまで描いちゃうと、もう襟描けなくなっちゃうから、この首の上ぐらいで一瞬止めます。で、四角1個。四角1個。図形として考えると、ひし形みたいな。そうそう、こことここがくっつく。ここの角が、こことここがくっつく。こんなイメージのものを首の根元に描いてあげる。そこからあとは肩のラインを描いてあげる。超シンプルだけど、これで襟がある服には見えます。確かに見える。ただこれだとすんごく寂しいので、ぜひここの付け根のとこから2本縦に線を入れてあげて、さらにできるんだったらここに細く線を入れてあげてください。で、ここに丸を描く1個。で、またこの下に丸を描いていく。こうするともうワイシャツを留めてる人に見える。で、ボタン的なね。そうそうそう。これもちろん今ちょっと上半身のこの首のとこの説明だからちょっとここで一回止めるけど、もちろんこの下まで書き足してってもらって構いません。で、もしできるならこの肩のところに1本線をシュッて入れてあげる。で、ここにも細い線をスーって入れてあげる。あるわな。縫い目みたいなことね。そう、これが縫い目。で、あとはシワを入れていくんだけど、正直これは難しいからあんまり入れなくていい。なるほどね。変になんかくしゃ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 ってするよりかは、ちょっと必要な場所、この脇の下の、脇のこのここのところ、こことここの首のキュッてなるところ、この2あたりにシュッシュッと入れてあげるイメージで大丈夫です。これ超基本中の基本のワイシャツ。ここから派生していくいろんな服の描き方をまずは、今日ファーストステップとして教えます。じゃあまずはいろんな襟いきたいんですけども、これって閉じてる襟だったじゃない？これ開いてるパターンもあるじゃん、首元もさ。いや、逆にでも開いてる方が、ちょっとみんな描きたいパターンもあるよね。まあそうだよね。その場合の考え方だけど、まずこことここ四角描いたけど、これを離すので、離します。こんな感じで。なるほどね。で、この時気持ちここの幅を、この赤かった幅を、キュッと短くしてあげる感じ。こことここの幅をね、短くしてあげるイメージで、取るといいと思う。これぐらいに。ちょっと横に広がってたのを縦にするみたいな。そう。潰す感じね。そうそう。で、こっからなんだけど、ボタンが重なるところを描きたいんだよね。こう、止めるところ。ちょっと出します。ピッて。で、こっちはこの流れで持ってくる。ピッピッピッピの流れ。ちょっとだけ、この下に三角形みたいなのを描いてみる。で、ここにつなげていく。で、ここに2本の線をこうやって描いていくと、ここにボタンを止める。ほんとだ。ワイシャツ開いてる人で、ちょっと開いてるやつ。首の後ろの線も入れてあげてほしい、ここにこうやって。留め具のとこがめくれて見えてるパターンだと、この四角に対してここにもう一個三角形がつくイメージなの。で、見えてないパターン、普通に何にも止めてるとこがそのまま見えるパターンとこの四角のパターンなの。
これ別に左右私今回あえて別々にしたけど、同じように書いても大丈夫だからさ。なるほどね。四角でもいいってことでしょ。そう。この留め具のところをイメージしてあげて、書いてあげてください。で、あとはシャツなんで普通に同じように書いていけば OK です。マジで空いてる人や。まあこれちょっとさっきの応用ね。襟の種類っていうよりかは応用ね。このボタンついてるの応用ね。じゃあ次からいろんな襟いきたいと思います。ただこれとほぼ一緒なんだけど、まずこの1個ワイシャツの襟元かけると何ができるかっていうと、ここまで一緒ね。一緒なんだけど、ここで止める。ここで。で、ボタンを2個ぐらいか、ここにもう1個ぐらい書き足してあげる。そうすると、これ、ポロシャツになります。あと他にもラガーシャツとかにも使えるかな。まあ、ここで止めるパターンで1パターンいきます。確かに。次ね、今私四角を書いてねって言ったじゃない。でも別に必ずしも襟の形って四角じゃなくてよくて、ここを丸くしてあげる。わかるかな？さっきは四角だった、こうだったのを、こうしてあげる。角を取ってあげる感じ。こうすると、今度女性らしい服の丸襟のパターンになります。なるほどね。あとはワイシャツと一緒にみたいに書いてくれればいい。ここの襟の角を取ってあげる丸襟ってパターン。なるほど。次は、襟じゃなくて、ハイネックって言われてる。立ってる襟みたいなイメージでいいと思うんだけど、こう首のところにこういうふうに四角を書いてあげる。なんか、マリオの土管みたいな。いいね。その感覚、マリオの土管いいよ。こういうこと。こういうものを書いてあげる。あとはこうやって線を書いてあげれば、これがハイネック。まず冬物のセーターとか着たり、インナーとして着たりとかね、できます。次、フリルの襟っていう。要は、上が立ってて首の周りにこうギザギザを入れて、こういううにゃうにゃを書いてあげる。先にね。こっちもうにゃうにゃを書いてあげて、そこの下に線を下ろしてってあげる。こういう形で。要はフリルの襟。貴族の人とかがさ、よく着てるようなイメージ。こんな感じの。すごい。で、あと、もう一つ襟なんだけど、この今は首の周りにくっつくパターンを書いたでしょ。そうじゃなくて、解禁シャツとかって言って、首の周りに襟が来ないパターンもある。これも首だから書いちゃう、付け根までね。付け根まで書いちゃった後に、こうやって襟を描くパターン。ここがちょっと空いてるやつね。夏物のアロハシャツとか、あと例えばこれもっと口を大きく取るとジャケットとかになるのね。スーツとかのジャケットとかに。ここの下の部分にしかない。そう。まあこういう形も襟は襟。だけど、今回はどっちかって優先的にはこの首の周りに何か描くパターン。要は先に首の付けまで胸まで描かないで先に描くパターン。っていうのを今ちょっと先に説明しました。これすごい。このでもすげえパターンいけるよ。次、襟なしパターンいきます。はい、じゃあ次は、襟なしのパターンを教えていきたいと思います。まず、さっきは首の途中で書くのを止めたけど、襟なし書く場合は首の付け根までを一気に書いちゃいます。一番シンプルな、まあ一番みんなは最初にかけてるんじゃないかなと思う。T シャツとかの、普通の襟ね。まずここにニコニコマークの口みたいなものを書く。わかるかな？ニコニコマークの口、これみたいなものを書く。こうやって書く。そうしたらピッて横に線を入れてあげて、こう書いた後、ここにこうやって入れてあげて、もう一個同じ幅で線を描く。こういう感じ。そして、もしあれできたら、この後ろのところにちょっとだけここに奥行きを足してあげる。あとはもう普通に肩を描いてあげる。まあこれがまず一番描きやすいシンプルな襟がない服の首の部分だね。まあ T シャツやスウェットとか、まあ何にでも使えます。これは多分みんな描けるとは思うよ。じゃあここからいろいろ派生していくパターンを教えたいと思います。はい、じゃあいくつかパターンいきたいと思います。さっきは首元にこの丸を描いたけど、次は首を描いたら、肩の結構付け根までブブブッと描いちゃう。そして肩の付け根の途中ぐらいから大きな口を描く。ほんとこれだけ。要は、確か空いてるやつある、それ。ここの開きがただ広くなっただけ。そういうパターン。ただここはさっき結構太めの縁にしたけど、細めの縁にしてあげてください。そうしないとなんか違和感が出ちゃう。なるほどね。まあちょっと首元開いてるセクシーな服とかさ。まあそういう男性でも女性でもあるかな。首のあたりが開いてる服。同じような感じなんだけど、四角く取る。ある。こんな感じで。四角く取るとちょっとヨーロッパ風な雰囲気出たりとか。あれまあもう女の子の服かな、圧倒的に形として多いのは。まあ男性であんまり四角いっていうのは見ないかな。で次、まださらに同じこの形式いきます。次はですね、これはねメンズでもあるんだけど、V 字に取るパターン。V 字ね。こういう感じ。この開き
き具合は正直、ちっちゃいものから大きなものまでいろいろある。それは好みね。そうね。いろんな服があるからね。全然いろんなパターンがある。だから、丸に取るパターン、四角く取るパターン、V 字に取るパターン。まあ、こんな感じで、ここの、まあ、襟の部分の開き方ってすごいいろんなデザインがあるので。なんで、もっと本当は調べればあるんだけど、まあ、とりあえずこのパターンを覚えておくといいと思う。で、さらにこの丸から派生していくね、一個あるものがあって、あえて今ちょっと首付け根しか書かないんだけど、ここにさ、丸い襟が今あるじゃん、一番最初のやつ。この丸襟があった上に布をこうやってくっつけてかぶせたものがフード。で、要はここに丸襟が本当はあると思った上で布をかぶせたものがフード。なるほどね。こういう風にしてあげると、フードの服になる。本当だ。だこれは逆にちょっとさっきの襟付きみたいなのとの合間という感じで、今まず首周り行きました。じゃあ次、袖の方行きたいと思います。はい、じゃあまずはシンプルなパターンいきます。まず肩書いたところに、こんな感じのものをつける。鈴みたいな。結婚式の鐘みたいなさ、リンゴみたいなやつあるじゃん、こういうやつ。まあこんな形のものをここにね、つけてあげる。で、下の方にピッて線を足してあげる。これ斜めの場合はね、斜めの場合、奥の場合はあんま見えなくていい。こんなものを足してあげる。これ、一番シンプルな半袖ってやつ。半袖だ。半袖ね。で、これはもう一個知っといてほしい。全く同じ、みんな分かってるよって感じかもしれないけど、これをずーっと手の先まで伸ばしてあげるのが、長袖。これ持っとけば、夏服、冬服みたいな感じでいけるので、まずこれベースのこの2つはかけるようになろう。で、次なんだけど、パフスリーブって言われてるもの。ここに、もっこり、一回山を描いてあげる。もっこりとこういう形で。で、細かいシワをここにいっぱい寄せてあげると、パフスリーブっていう、なんていうかな、ここがポコンってしたよく女子が着るようなね、肩がもっこりしてるやつ。かわいい服。これ長袖にしてもいいんだよ、もちろん。まあこんなものになります。これパフスリーブ。あとは、必ずしも袖ってなきゃいけないってわけじゃなくて、もう肩を描いちゃいます、先にね。そうしたら紐を出す。ノースリーブ？キャミソールだね、この形の場合。S 君が言ったノースリーブもあるタンクトップみたいなね。こんな感じ。もちろんこの肩紐を太くしていったり、ここを丸襟にしたりすると、タンクトップみたいにもなる。要は、袖がないっていうパターン。肩が出てるってこと？そうそう、肩が出てるっていうパターン。で、キャミソールは紐ね。で、あともう一個知っておくと便利だなと思うのは、この線をめっちゃ肩の落ちた下のところに取るの、こうやって。こういう風に取るの。縫い目ね。これ肩と腕の布と、要は洋服の布の縫い目なんだけど、こういう風に書いてあげる。こうするとオーバーサイズのイメージになります。これだ。そうだよ。最近の若い人の服とか今着てるのが、下先生の言うように、ここに線があるんよ。確かに。多分、学校の制服のワイシャツとかは結構ぴっちりしてて、こっちのパターンだと思うんだけど、逆にみんなが家で着るスウェットとかね、普段私服で着るような服っていうのはルーズなものとかで、肩落ちてるもの多いと思うんだよね。確かに。こんな感じで。落ちてるわ、俺も。難しいけど、全体をゆったり描いてあげるとよりオーバーサイズに見える。なるほどね。このね、パターン知っておくと、多分、いろいろ服のバリエーション自分で増やせると思う。なるほどね。特にオーバーサイズの描き方は知っておくと今っぽい感じになると思います。確かに。で、最後にちょっとデザインの話したいと思います。じゃあ最後にデザインとかの話なんだけど、今形までの話したら形を取る話ね。今ここに全部同じような人がいます。別の人としてくださいって言われた時、ここにいる人困っちゃうよね。まあデザインっていうのを知っておけばいけるかなと。まず一番シンプルな簡単なやつっていうのは、向かって、自分から見た時は右胸にポケットを描いてあげる。ある。ここにポケット、これはワイシャツとかでもそうね。T シャツでもあるよね。ここにポケットがあると、一デザインになりますので、これ一番初心者簡単かなと思うので、ぜひポケットをつけるつけない考えてみてください。次がね、ボーダーって言われてる、横縞だね。ボーダーっていうのは横縞のこと。まず、袖の上までのところに、横の線をなるべく均等に、上手に描ける人だったら、このシワの形をちょっとイメージしながら取ってあげる。そして、色を塗ってあげる。これもこういう感じです。で、今度もう一個、このストライプっていう、この縦縞は気をつけてね、こうボーダーよりもここの縞の雰囲気、付け根のところがちょっと、変わるんだ。こういう形になるから。むずっ。はい、こんな感じ。縦縞。これで、まあ今3パターンいきました。で、縦縞も同じくこの幅はね、自由だから、細いのもあれば、太
いのもある。めっちゃ太いのもね。あとまあ、例えばこのボーダーと縦縞のところなんで、この太い縞を描いた後、1本細いのを入れる。で、もう1回太い縞を描いた後に、1本細い線を入れるとか、こういうボーダーもある。ストライプでも、2本線を描いてみたいなストライプもある。ああ、なるほどね。要はこの、細い2本の線でやっていくストライプみたいな、これこの中色塗るとかやってもこういう模様をね。で、こういろんなストライプのボーダーはデザインありますので、ぜひ線の感覚とかも変えてみてください。なるほどね。で、次、今初心者でも比較的描きやすいなと思うのが、ロゴデザインっていう、ロゴをデザインした服。要はここに英字とかがプリントされてる服。まあ何でもいい。ここに英語の字とかを入れてあげればいいだけだから、こんな感じ。もう、ほんとシンプルよ。これでいいの。でもこれでいい。こういう、英語とか、まあなんだったら漢字とかでもいいんだよ。っていうロゴを入れるパターンの洋服。で、もう一個がグラフィックプリントっていう、あと最近だとバンド T シャツとかいうのが流行ってるんだけど、要はデザインがここにプリントされてるっていう。まあ先にデザインプリント面を決めます。まあよくある、オーソドックスな縦長四角がここら辺に。で、ここにプリントされてる絵を描いてあげる。ただこれ難しい。あんまりね、なんか物によっては変になっちゃうから。確かに。こう、私はよく好きなのは、まず上に四角い、まあ黒で中に文字とかがちょっと入ってるような、今書かないけど、デザインを入れるじゃん。山みたいなものを描く。だから山を描く。で、あとはここの色味を、これ今ちょっとペン一本で描いて変えなんだけど、これ徐々に薄いグラデーションをかけていってあげる。もうただでも本当はカラーでやる人とかはここを四角く塗るだけでもいいよ。まあこんな感じで。こうすると、なんかおしゃれなデザインの服着てるような人に見える。なるほどね。で、これにもちろん英語の字とか組み合わせても全然大丈夫。こういうもうここの面にプリントされてるっていう、これ背中周りにあと背中も。っていうのでいろんなデザイン考えれると思いますので、今日書いたやつをちょっと全部見せてもらって、まずは襟のデザインを決める。襟あるかないか。で決める。袖のデザインを決める。で、服のデザインを決める。もちろん無地でもいいんだよ。っていうのを組み合わせてもらえば、かなりのパターンみんなこれ自分で書けるようになるんじゃないかなと。なるほどね。何のデザインとかをまあ勉強してなくても、本当は私は雑誌とかやっぱ見て実際あるデザインから学ぶがすごくいいとは思うけど、ちょっとめんどくさいなって人は今ここにあるデザインをちょっと組み合わせだけでも、かなりのパターンの服いけるんじゃないかなと思います。まあ本当今私がここに紹介したやつって服のデザインの一例だから、もっといろんなデザインがある。ここからめっちゃ派生していく。派生していくの。まあだから基本としてまず私が今紹介したものぐらいは全部書けるようになってて損はないと思うので、ぜひ練習してみてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎と。バイバーイ。